リラクゼーション整体ドリームスタートします。かっこいいね。ドリームだよ。夢だからね。この業界でね、みんなご飯食べていきましょうバージョンですからね。しっかり基本講座やってますんで、いろいろ覚えていきましょうって感じだよね。で、実際にこれからね、実践編の内容をどんどん出していくんで、その時の施術の考え方、施術の仕方の考え方を頭に入れとかないことがたくさんあります。今からちょっと読み上げるので、ゆみちゃんもちょっと気になるところがあったら、何か言ってください。施術の考え方として、姿勢改善、環境改善、ストレッチ、トレーニングなどを頭に入れて行っているか。そのお客様に対してね。これは大丈夫？で、主に頭のほぐし、肩甲骨周辺、首周りの手技はできるかっていうのは、腰痛の人とかの話じゃなく、今圧倒的ストレス社会なんで、その辺をちゃんと狙ってやれないと、まず対応できないってこと。まずそこがちゃんとできないとみたいな。そういう意味で書いてます。ここにね。はい。で、次。持続。ほぐした後に持続させるために、前側の小胸筋や骨盤を整えることにより、肩こりが戻りにくくなります。言ってる意味わかります？骨盤の関係もあります。肩こりだって言ってね、肩ばっかりやるんじゃなくて全体を見なくちゃいけないんですよ。結構引っ張ってますよ。骨盤がねじれてると肩周辺も引っ張ってるんで、両方見ましょうということを施術のね、考え方として持ってくださいってことを言ってます。はい。で、次。いろいろな主義は心のブロックを外すには有効だが、主義ありきになってはならない。これわかる？だから結局は対お客様と施術者の関係、信頼関係もそうだし、要するに技術ありきじゃなくて、私何度も言ってるんだけど、そのお客様に合わせて施術ができているかとか、だから自分本位の施術をしてはいけないっていう意味ですね、ここではね。そう、いかにお客さんが望んでる部位をやるかとか、圧加減とかもそうですけど、ね、自分本位にならないでお客様本位の考えになってくださいという意味です。はい。はい。あとね、考え方、そもそも狙ってやっているか。狙ってやってる人の手つきと狙ってない人の手つきって私は見てはっきりわかります。あと実際お客様も分かってます。なんとなくやってんなっていう感じと、そこを狙ってやってんだなっていうの。だから狙ってやってくださいということでね。そうすることによってお客様も、あ、この人分かってるなっていう感じに捉えられたりするので、そこね。はい。で、主義をやることに満足し、お客様の心情を考えているか。要するにそもそもの話なんですよ。だってその場所で、やりました。でもその周りがうるさかったり、例えばね、あと寒かったりしたらそもそもダメなわけですよ。そういうことをお客様本位でちゃんと考えてるかって。寒さ加減って結構ない？いつも確認をするよ。結構ね、これあるあるなんだけど、リラクゼーションの人たちって結構バスタオルかけてやるじゃない。だからそんなに寒さっていうのはお客様も感じない。でもね、国家資格の重生の人たちとかって日本手ぬぐいで勉強してくるわけですよ。だから実際に寒い中でも日本手ぬぐいだけでやってる人結構多いです。でね、前知り合いの人とその話になって、いや寒くねえだろみたいな、いやそれ自分本位になってんじゃんみたいな、そういうことがありました昔。はいはい。あと老眼でちょっとね、この辺で見えます。これ肩こりに関してですね。肩こりのお客様辛い点を把握しているか。肩こりでもね、辛い部署ってね、辛い箇所って人によって違います。どこが辛いのか、その辺を実践編でやっていきますね。はい。あと肩こりの得意な手技はあるか。自分が施術するお客さん肩こりでする得意な手技ありますかって話ですよ。一つ持ってくださいって言いたいわけです。それがね結構自信につながったりするので、でも自分本位になっちゃダメなんだよ。ある？どの辺、肩こりの人どの辺を頑張ってますそういうことにしておきましょう。はい。で、肩がそもそも凝っているのか凝っていないのか、ここも結構あります。そのお客様が持ってる感情みたいな心みたいのは人によって違うってことなのね。実際に触って全然凝ってないって
っていう人出てくるんですよ。でもお客様はもうすごい凝っちゃってって言うんですよ。じゃあどうしますかっていう話。ゆみちゃんどうする？触って柔らかかったらどうします？どうしますってか、なんて答えます？もうめちゃめちゃ肩凝っちゃって頭痛いし、じゃあちょっと肩やっていきますねって言うじゃん。でやりました。すげえやる気じゃんって思った時になんて言う？何も言わない。いや、何も言わなくはないですね。なんて言う？正直にそのまま答えるかもしれない。柔らかいですよ柔らって。かいですねって言わない。ちょっと待って、なんて答えるかな。考えてごらん。実践編、実際にそうだったら。あんまりいなかった？そういう人。そうです、逆の方が多い気がして。逆？全然凝ってないですって言ってですそっちの方が圧倒的に多いかもしれないね。私も凝ってますねってめっちゃ言われるんだけど、自分の時には全然凝ってねえじゃんとかってそうだね、逆は多いけど、そうだね、逆の方が圧倒的に多いかもしれないけど、逆バージョンもいるんで、その時ちゃんと答えないといけないわけですよ。その辺はでもね、この前ハプセラのミキティと撮った時ので結構喋ってるので、その辺をご参考にしてください。はい、じゃあ次いきますね。60分コースだとすると肩に何分時間をかけてやりますか？だいたい想像して。決めちゃったりはしないです。お客さんとどうですか？お話。そこですね。そういうことなんですね。これ意地悪問題なんですよ。だから、そのお客様に合わせてやると何分コースで例えば10分やりますとかいう答えにはならないわけですよ。そういうことですね。だから結構私また意地悪問題でよく勉強会とかで言うのは、技術とテクニックね、技術とテクニックとトークあるじゃん。トークどちらが大切ですかって参加者の人に聞くんですよ。ゆみちゃんはどう思う？技術、例えば私だとして技術テクニックあります、例えばねの人と、私技術があんまりないとしてね、トークがうまい、もうその人を喜ばせるトークとかさ、盛り上げるトークとか共感する能力とかさ、そういうのがすごいとします。どっちが？どっちかですか？いや、どっちかじゃないんだけど、割合的には半々ぐらい大切。トークも半分大切、技術も半分大切。ブブーそれも今さっきゆみちゃんが言った60分コースで肩を何分かけますかと一緒の話なんですよ。考え方をね、だからクリアにしてください。先にもうリラクゼーション生態教室を学ぶにあたっては大切なことなんですよ。そこがポイントなわけですよ。もう3本のね指に入るぐらい大切なわけですよ。だから答えはないってことね。そのお客様が技術を望んでいる場合がある人に対してベラベラ喋る必要は全くないしとか、あと寝に来てる人もいるから、眠たい人にさトーク重視になるわけにいかないんで、そのお客様に合わせてやるってことを考えると答えがないわけですよ。割合がないわけですよ。結構ね、意地悪問題で参加者20人ぐらいに言ったらみんな何割とか言うからみんな違いますって言ってでこういう答えになるわけですよ。はい、じゃあ次ねで最後かな。超肩こりのお客様の硬い筋肉を一生懸命ほぐすことに必死にならないでください。こっちが壊れちゃうので、指がね、でもどんどん痛くなるんですけど、最初やってるうちはでどんどんこっちの指が作られてくるっていうのもあります。もともと強い人は全然大丈夫なんですけど、ゆみちゃんそうでもないっていうもんね、指はね。だから使い方とかにも問題もちろんあるんだけど、一生懸命そこをほぐすんじゃなくて、原因は他にありますっていうことが言いたいです。そこが凝ってる原因は肩の底じゃないんですよと。それをね、実際にどんどん実践編でやっていきますんで、一生懸命ほぐそうとするわけですよ。もみ返しになっちゃいますよ。筋繊維壊れていくんで、じゃないっていうことを言ってます。で最後、これゆみちゃん大きな声で言ってください。マイクに向かって。すべての答えはお客様が持っています。じゃじゃーんっていうこういう音楽が入りそうなね。すべての答えは
お客様が持っているわけですよ。ここが中心になります。これを施術の考え方として頭に入れといてくださいね。今回結構大事なことを話しているので、これを頭に入れてから実践編に移っていきます。はい、じゃあよろしくお願いします。